鎖骨の位置を決めておくと、鎖骨はこう肩に走ってて僧帽筋の盛り上がりもあるから、これも目安にするとまとめやすいですよ。よろしくお願いします。毎度です。視聴者さんからいつも困ってることが、よく日野井さんがおすすめしていて、腰先に書いて、その後に体を書いて、足腕この辺が難しくなります。どういうふうに自然に首と頭をつけるのが、私が今勝手に書いた感じだと多分首がないように見えますね。なので書いてみて少しアドバイスお願いします。普通に立ってるキャラがいいか、座ってるとか。正座正座書いてみます。これが床の位置だと思って、腰がこの辺になるのかな。難しい。足がこの辺に来るのかな。とにかく腰を先に書くことは大事だったから、これから頭つけられるのか難しい。さあ、難しいところに来ました。これは基本の体の形だけど、私だったら多分この辺に首の始まるところを決めて、こういう風に書くかな。私書き方としてこういう風に書きます。合ってるのかわからないんですけど、だいたいこういう形。はい、こんな感じです。正座。だいたい首の始まるところを決めて、線、そこから上に行って、適当に頭位置決めているんですけど、書いてもらえますか？はい。じゃあ私が決めた腰の位置は同じところにして、少しガイド線入れて、そっか、正座だと足が内巻きになりますか？っていうか、だいたいそうなりますよね。すでに首の位置決めてますね。よし、結構フラットに書いてますので、首が結構普通に真ん中に書いて、そして頭の位置決めました。普通に座らせてこんなもんですか？なんか比較的に頭が少し大きいなとか。いや、特に頭の大きさは関係ないんですけど、なんか前傾姿勢に見えちゃうから前に傾いてるように見えちゃうから、自然に座ってればいいので、ちょっとこれは怒り型になっちゃってるから。確かにちょっとこれはパースがついてるから、こんな感じになっちゃうんですかね。腰から始めるときは首の位置決めるときに、私が書いている丸は大事ですね。こんな感じですよね。私すごい前向きの丸を書いちゃったから、勝手にその後に首も頭も斜めになっちゃいました。もうちょっと立たせた方がいいかな。前の動画にも鎖骨の位置とか、そういうところも決めたら首の位置とか頭の位置が分かりやすくなりますね。こんな感じ？なるほど
で横から見るとお尻にここのかかとが当たる感じですかね。あ、そうなんだ。あ、確かに。そこら辺を押さえておくといいっすよ。無理やりこういう角度にしなくても大丈夫ですね。こういう風に座りやすくなるように。でさらに首の座りの部分ということで、お辞儀でもしくは土下座。どうささらに難しくなる。さあ、これだと首の位置はどうやって決めるか。はい、タッチ。あとは首だけだ。そういうことだったんだ。そのまま書いてあってください。動きを想像しながら。まあ最初から私ちょっと間違えたところが多分大きくこういう風に書いちゃって、本当は多分もう少し上に行くように平らに書けばよかったけど、今回はさっきのアドバイス考えながら鎖骨の位置も決めたらいいかな。ここに肩に向けてこんな感じかな。そして首のあんまり見えないかな。首の筋肉がこうなるのかな。そうすると首がこうなるのかな。決めても頭がこの辺書くかこの辺に書く、どっちの方がいいですか？上に書くのは結構楽ですよね。楽だけど難しいな。まあ、完全に多分首が見えなくなりますかな。困りました。私ならここに書きます。じゃあ正解はどうだったかお願いします。じゃあ私が書いた感じだと首が完全に見れなくなってそんな感じだったけど、じゃあもう一回上半身をトレースして、なんか私思ったより首の位置が上の方だったんだ。まあ首はフレキシブルに動きますから、そうね。まあ自然な感じで動かすとどうなるかなって。確かに体が左向きだったし頭も少し左の方が良かったんだ。もう結構下を向いてるよ。なるほど。じゃあ今のプラス G はその頭の一番上のところ。頭頂部はこんな感じですかねって。これがこう。まあ私が描いた顔はありえなくはないかな。だけど正座から土下座の動きだと、そうですね。これの方が正しいですね。まあ、もうちょっとこう持ってくれば、ここまで来るとね表情は見えにくいんですけど、普通のキャラだったらね紙でもうそうね表情見えないけど鎖骨の位置を決めておくと、まあ鎖骨はこう肩に走ってて僧帽筋の盛り上がりもあるから、これも目安にするとまとめやすいですよ。ここもね、ここの線、ここの内側結構もごっとしてるんで、ちょっと筋肉がついてる人の場合、確かそういう鎖骨の位置とそういう筋肉のところが分かったら、頭の位置がもっと分かりやすくなりますね。とまあこんな感じで腰とか首の位置とかを、まあ慣れですけどね。横から見ると私が多分さっき書いてた感じだとなんかここから来ていると思って、でも実は多分こういう風につないでますね。でここに鎖骨っていうか筋肉とか位置が見つけやすくなりました。私が一番最初に書いてみた正座、そしてひのいさんが書いてくれた正座、こういう形から土下座とかありえなくはないけど別に自然な動きじゃないよねこれ。
土下座しながらなんか顔色伺ってるようなそうね。皆さんお家でやってみてください。結構いい勉強になります。足しびれないようにね。じゃあ正座の練習じゃなくてかけ方。いや実際やってみて納得するのも大事ですから。確かに。じゃあありがとうございます。どういたしまして。こういう動画他にもいっぱいありますので、ぜひプレイリスト見てください。あとはチャンネル登録お願いします。じゃあバイバイ。お達者ね。